これがちゃんとできたカルボナーラ。つや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 。皆さん、こんにちは。スパゲッティ、ワンチャレ、ペコリーノ、ウォー、ペペネーロ。ということは、本日カルボナーラをご紹介したいと思います。今日はテンション高くて、国産のワンチャレ、豚のほほ肉を使って愛を込めて参ります。それでは、どうぞご覧ください。それでは、最初に黒胡椒を入れます。なぜいるかというと、香りが一つ。もうこういう伝統的、本格的なものを作りたいんだったら、そういう一個ずつをこだわる必要はあるかなと思います。料理人にとっては、そういうの結構大事というか、信念です。はい、香りがちゃんと立ったら、すり鉢で潰します。やっぱりそういうのはね、潰したての胡椒は酸化してないので、香りはより良くなります。その間にワンチャーレをカットしますね。で、こういう周りに合ってるスパイスはね、これちょっと酸化してるというか、もうそういう役割も果たしてるので、切って外します。このまま炒めると焦げてしまうし、こういう酸化してるハーブは苦いので、必ず掃除が非常に大事かなと思います。とやっぱりなんかね、ワンチャレを使うとこういう油の性質が本当に非常に良いので、もちろんオイルエクストラバージンのオリーブは使わずに済めるし、もっとより良いそういうクリアな味になりますし、本物かどうかというより、ちゃんとそういう特にカルボナーラこそそういうちょっとこってりになりすぎないように、だからこういう素晴らしいものあったらもう逆に余計なものを入れる必要はない。うまみたっぷりだし、なので生クリーム入れる必要はないし、オイルエクストラバージンオリーブも入れる必要はありません。なのでカルボナーラはね、作るときはまず食材の源泉から作り始めなければならないかなと思います。すいません、話が長いしテンション高いし。いいね。心落ち着きますね。本物の料理を作るときこそこういう道具とか仕草が非常に大事かな。信念です、それも。で、ワンチャレなんですけども、角切りにカットします。2センチぐらいでいいかなと思います。あんまりちっちゃすぎると炒めたら油が出て縮んでしまうので、ある程度そういう食感残したいので、2センチぐらいでいいかなと思います。これちょうどいい。この大きさね。で、フライパンに入れて、熱したフライパンに入れて、ゆっくり炒めます。どんどん油が出て、カリカリ、周りがカリカリになって、中はもう口に入れると溶けるような食感になります。で、こういう出てきた油はコンディメントとして使います。なので、オイルエクストラバージンオリーブ、他の油などは一切入れません。それがうまみだからね。うまみ。このワンチャレ自体はさすが国産のものなので、イタリア産のワンチャレより塩味が優しいので、ここでこの時点でほんの少しソルツします。やっぱり塩味の感覚はね、日本人とヨーロッパ人はちょっと違うんですよね。ケンメラビーヤ、素晴らしい。ここはね、ポイントなんですけども、しっかり炒めることが大事。さすがにこんな油の多いサラミでしっかり炒めないと本当に食べづらい。それではお湯にソルツ、ちょっと控えめ、ソルツはねちょっと控えめで
ペコリーノも塩味強いし、ワンチャーレもうまみたっぷりだし、卵も入ってるし。で、パスタなんですけども、2.2 ミリのマンチーニのスパゲッティが必須となります。太め、遅めのパスタだったら、もう負けてる。ソースに負けてて、美味しくない。これ結構大事。ワンチャーレを選ぶのも大事だし、いいチーズを使うのも大事だし、パスタも非常に大事。なので、お願いしますね。来ましたね。これが完璧な状態かなと思います。そしたら、一回、ワンチャーレ全部取り出します。で、この出てきた油はもちろん、旨味たっぷりやってるんですけども、全部はちょっとさすがに多いので、スプーン3杯ぐらい置いておいて、その後全部捨てます。これでキップしておいて、で、同じフライパンに洗わずに、さっき潰した胡椒を入れときます。もう火消してますので、焦げないです。ここに黒胡椒入れて、茹で汁を入れます。じゃあ、それではもう卵ソースを作ります。卵ソースは卵と、ペコリーノとさっき出てきたこういうワンチャーレの油で作ります。卵なんですけども、昔はね、私卵黄のみで作ってて、より良い濃厚になるんですけども、やっぱりもう年取ってるから食べやすくするために、やっぱり全卵1個卵黄3個入れた方が食べやすい。なんかそういう卵白でキレが出て、やっぱりこっちの方が食べやすくて、なんかもっと美味しく感じます。ぜひぜひ皆さん概要欄にレシピ入れますので、そういう国産のワンチャレ手に入れたら試してみてください。それでは全卵1個と卵黄3個。うまみの塊。言いたかった。なのでカットせずにこのまま置いた。もう一切塩使わないので、あと茹で汁もにかなり塩薄めなので、ペコリーノがそういう塩の役割をしてきますので、ここまでするっていうんじゃなくて、まあ結構ペコリーノを入れないとクリーム状にならないし、カルボナーラにならない、そもそもですよね。しかし入れすぎると、まあそういうチーズが結構癖あるので、全体的には他のものが負けてしまう。チーズのソースじゃないですよね、カルボナーラ。カルボナーラはね、卵とワンチャレとチーズのソースですね。いいね。ペコリーノ、最高だぞ。ね、ワンチャレから出てきた。イタリア人はこれ、液体の菌と呼んでいます。スパゲッティはアルデンテになる3分前に、こういう黒胡椒のだしに入れて、こういう黒胡椒のだしの中で炊き上げます。パスタのでんぷんがどんどん出て、もっと乳化しやすくなるし、そういうパスタのでんぷんの甘さも出てきて、味的にもより良くなります。そういうでんぷんが出たら甘いし、こういうしょっぱいものにコントラストして
本当に非常に食べやすくなります。でも美味しいパスタがないとこういうのができない。あとはこれを混ぜるだけで完成できます。いいですよね。それでは炒めてたワンチャーレ戻して、あとやっぱりカルボナーラといえば、まあそこはねレシピあってもね結構その腕が出てくるんですけども、温度ですよね。やっぱりパスタがアルデンテになったらもう必ず火を消して卵ソース入れて、そこでマンテカトゥーラしながらちょっと温度調整とかなり水分の調整しながらマンテカトゥーラする、乳化させるよね。まあ水分はいつでも足すことはできますので、最初にちょっと少なめの方がいいかなと思います。あんまり馴染みなければ。なので今来ました。パスタアルデンテになってて、ちょうど火を消して、で火を消してからそういう熱さのピークのないように一回フライパンを折って軽く温度を下げて、一気に失敗を恐れずに卵ソースを入れます。それでは愛を込めてマンテカトゥーラします。マンテカトゥーラ、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 マンテカトゥーラ。混ぜ混ぜ混ぜて、混ぜ混ぜ混ぜて。これまだまだ全然卵に火入ってない。まだまだマンテカトゥーラが足りない。今なんていうかな、卵はねゆるいということは固まってない、卵がそういうタンパク質なので、軽く火にかけてから弱火、必ず弱火、火にかけてからもうちょっとマンテカトゥーラします。でパスタのでんぷん入ってますので、すぐその卵は固まらない。ということはやっぱりそういうでんぷんっていうのはつなぎですよ。つなぎ、油分と水分のつなぎ、いいね。まだもうちょっとだね。来たかな。もうちょっと、来たかな。それでもう一回火を消してマンテカトゥーラします。素晴らしい。いい音しますね。なんちゅうクリーム状だ。これがちゃんとできたカルボナーラ。つやつや。マンテカトゥーラ。止まらない、これはね。もうできたらもうなるべく早めに持っておいて、早めにいただきましょう。いいね。もうちょっとワンチャン。最後にちょっと黒胡椒の風味。これで完成です。上にはペコリーノすりおろす糸もいるんですけども、個人的にはもうこれでいいかなと思います。心よくいただきます。ダイエット中なのに、まあ今日は犠牲になります。ボナペティート。
本当に美味しいよね。ちゃんとペコリーノの風味感じながら、グアンチャーレが口に入れるとカリカリで油が溶けてしまう。で、パスタがね、やっぱりそういう2人、グアンチャーレとペコリーノに負けてないから、本当に調和された料理。もうどんな味覚に合うんですよね。もう僕は個人的にはカルボナーラ大好きなものじゃないんですけども、もうこれはね、考えた人は本当にすごいね。そういう食材3つの相性が非常にいい。素晴らしい。ちゃんと作ったらやっぱり美味しいよね、カルボナーラ。そんな、もちろんあっさり系のパスタじゃないけど、食べられないほどこってりとか、そういう話じゃない。本当に美味しい、ちょうどいい。たまには贅沢の気持ちを置いていただきながら食べたい料理ですよね。ぜひ皆さん、試してみてください。それでは、最後までご覧いただき誠にありがとうございます。ゆっくりいただきます。